どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回出した青緑に完全敗北してしまったニューラージュパールグラスの山岳レイアウト水槽動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方はぜひ概要欄の再生リストから見てやってください。ニューラージュパールグラスはとても強い水草で、レイアウトコンテストなどでもしだれる表現が多用されるくらい成長することで知られていますが、そんな水草をダメにしてしまいました。最初は本当にしだれまくってて好調で、この成長をゆっくりにするために CO2 添加量を下げようかなとか思ってたくらいだったんですが、このありさまです。それもこれもスネールという害悪生物に対応した結果なんですが、スネールを駆逐するために使用した薬剤がニューラージュパールグラスにクリーンヒットし、このような惨事が生まれました。基本的に水草の調子がいいと苔の勢力はそこまで拡大しないんですが、薬剤で水草がダメージを負ったため、その隙をついて青緑が幅を利かせています。この間約2週間。これだけのスピード感でこうも水槽内のバランスが変化するんだなと思うと、やはり薬剤は恐ろしいですね。ある程度の覚悟はしていましたが、生態が落ちたり水草がダメになったりと、想像の50倍くらいの代償を払わされているので心が折れそうです。しかし、ここで折れてしまったらスネールに負けを認めてしまったと同義。ここから立て直せるように各水槽を対処していきたいと思います。というわけで今回は、薬剤でニューラージュパールグラスが死に体になった結果、青緑レイアウトになった水槽をどうにかしていく動画です。ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていきます。前回の動画ではヤマトヌマエビを20匹投入して青緑を駆逐する作戦だったんですが、見事に敗北。歯ブラシを使って青緑を巻き取り、除去する方法も試みたんですが、それでもやっぱりダメです。青緑は簡単に取れると言っても、ニューラージュパールグラスに絡みついている部分があるようで、土台ごとやらないと意味がありません。ただ、それを水草を傷つけずに地道に取っていくというのは正直無理な話です。そんな感じでいろいろ対策を考えた結果、一つの結論に達しました。土台なくせばいいじゃん。と。そもそもニューラージュパールグラスに絡みついている青緑がすぐに繁殖するのがいけないんだから、その土台になっているニューラージュパールグラスを消せば、おのずと青緑も消えます。ということで、ニューラージュパールグラスを全部ハゲ山にします。要するに全面バッサリトリミングするわけですね。苔対策にトリミングをするパワー系アクアリストです。まあ、このまま傷んだ葉を残し続けても水質悪化させるだけなので、早めに切っておくのがいいです。ミスト式20日、注水後1ヶ月半くらいなので、トリミングするのにちょうどいいタイミングだったかもしれません。ただ、今までトリミングを躊躇していたのは、この水槽で以前立ち上げていたキューバパールグラスの焼け野原レイアウト水槽がトラウマになっているせいなので、やる前から結構ビクビクしてます。それでも指を加えて見てるだけじゃ始まらないので、意を決してがっつりトリミングしていきます。というわけで早速やっていきます。青緑を除去するために奔走して水が濁ってしまいましたが許してください。とりあえず今回のトリミングは部分的ではなくほぼほぼ全域をカットします。少しでも青緑が残っているとまた増えてくるかもしれませんからね。通常であれば水槽内バランス的にも大胆カットはおすすめしません。あまりにも濁って見づらいなと思ったんで、プロレイザーで水槽全面の苔を取ってます。それではカットしていきます。切るたびにこの水槽の前身であるキューバパールグラスの草原レイアウトの悲惨な光景が思い出されます。ただ、さすがニューラージュパールグラスといったところか、粘りはまだしっかりしており、切った時の根が浮いてるふかふかな感じではなく、しっかりソイルに根付いている感覚がします。そ
それでもやはり薬剤が与えた影響は強いようで、下刃もだいぶやられちゃってます。基本的に刃をカットすると根や茎部分が露出して白っぽくなるんですが、傷んでるせいで余計白く見えますね。ここで止まっては元も子もないので、断腸の思いで続行していきます。切ってみて思いましたが、厚さ自体はまだそこまでですね。アマゾニアソイルオンリーで立ち上げたので、もっとド派手にこんもりするかと思いましたが、そうではないようです。ただ、繁茂したことによって隠れていた石も結構あったので、これを機にしっかり石の輪郭が見えるようにカットしていきます。濁りすぎてピントが合わず、何をしているかいまいちわからない映像が続いており申し訳ありません。自分は基本的に前傾層をカットするときは地面スレスレなんですが、今回も例に漏れず、刃を全部なくす勢いでカットしました。毎回こんなにカットして大丈夫なのかと、再生するまで気が気ではないんですが、大雑把な性格が災いして必ず丸坊主にしてしまいます。本当ならこうなる前に傷んだ刃を剪定しながら間引いていくのがいいと思います。こういうことができないから長期間維持が難しいんでしょうね。というわけで、カットしたニューラージュパールグラスの残骸を一旦回収します。まだ全部カットが終わったわけではないんですが、この残骸を定期的に取っていかないとトリミングが進まないんですよね。正直カットすること自体はやぶさかではないのですが、この浮いたカスを取り除くのが面倒でたまりません。そんな感じであらかた回収したんですが、水槽内の濁りがひどいです。これだと水槽内が目視できず作業がしづらいので、一旦水替えを行うことにしました。どうしても底床付近をいじる関係上、中の汚泥が舞っちゃうんですよね。この時についでに浮いているニューラージュパールグラスも吸っておきます。トリミングして虫の息なニューラージュパールグラスにも容赦なくプロホースを突き立ててます。映像で見返すとどれだけ大雑把な仕事をしてるか客観視できますが、やってる時はなかなか気づかないもんですね。ある程度掃除したら水を入れていきます。この時にまだまだ水草の残骸があることに気づいたので、計量カップですくって取ってます。というわけで注水しつつトリミングしていきます。ここは右上の頭頂部付近なんですが、ここがなぜかめちゃくちゃ繁茂してるんですよね。一番奥の石も埋もれてしまってるんで、しっかり見えるように刈り込んでいきます。せっかく綺麗にしたのにすぐ汚泥が舞っちゃってます。そんなこんなしつつ、ようやく全ての場所のトリミングが終了。戦利品はこんな感じ。バケツいっぱいの残骸を回収することができました。これだけだと若干分かりづらいので、どれだけニューラージュパールグラスをカットしたのか分かるように一箇所に集めていきます。一つのバケツでもこれくらいこんもりしてます。30センチキューブどころか60センチレギュラー水槽で絨毯ができそうなレベルです。そして全てのトリミングカスを集めた状態がこちら。ドデカサイズの塊になりました。なんか森蔵みたいで可愛いです。以前の草原レイアウト水槽でもがっつりトリミングした時はキューバパールグラスの山が出来上がっていましたが、今回は過去最高に量が多い気がしますね。まあこれだけあっても結局使い道ないんで捨てることになるんですけど、前傾層のストックって場所取るからなかなか難しいですよね。水草をストックできる広々とした家が欲しい。というわけで、すべてのニューラージュパールグラスをトリミングした状態がこちら。水替えをしっかりやったことで濁りは完全に取れました。最初の青み泥にまみれた水槽とは大違いですね。そして、しだれすぎて輪郭を失っていた青果石もしっかり顔を出し、ディティール自体は繁茂している時よりもいい感じがします。ただ、見てもらったらわかる通り、色はあまりよろしくありません。特に中央付近はひどく、光が当たらないためどうしても真っ黄色になってしまいます。
正直これは薬剤の影響かどうかはわかりませんが、以前のキューバパールグラスのトリミングでもこんな感じになったんで、そんなに関係ないのかもしれません。よりで見るとわかりやすいんですが、茎だけだからこの色になっているわけではなく、残っている葉も白化していますね。あまりこんもりしてないから中の方も大丈夫かと思っていたんですが、甘かったようです。ここで一番面白いのはこの奥のニューラージュパールグラスです。ライトスクリーンを後ろに配置しているおかげかはわかりませんが、トリミングしても下葉までしっかりとした緑が出来上がっています。だいたい壁面あたりは緑を維持している水草が多いんですが、ここまではっきりわかるくらい青々としていたのは初めてですね。これを見るといかに水草の育成に光が大事かがわかります。そして洞窟部分のニューラージュパールグラスなんですが、どうしてもハサミが入らず、他の場所に比べてがっつりトリミングすることはできませんでした。まあ見てもらったらわかる通り、そこまで厚みもないのでこのままでも大丈夫だと思います。逆に影になっているおかげで成長が周りよりも遅く助かってるくらいです。成果石はニューラージュパールグラスに隠れていた場所が綺麗なので、トリミング前はどこまで繁茂していたかがよくわかります。こうやって見ると石の面積の約4分の1くらい隠していたので、そりゃ石の存在も薄れますよね。水草が健康なことに越したことはないですが、あまりにも繁茂しすぎるとせっかくのレイアウトが台無しになるんで、成長した後の状態を見越しての植栽が必要になることを学びました。そんな感じで青緑を駆逐するべく、今回はニューラージュパールグラスをすべてトリミングしていきました。毎回草原レイアウトをトリミングするときはドキドキするんですが、やった後は晴れ晴れした気持ちになりますね。ただ、あまりこれほどまでに大掛かりなトリミングはしない方がいいと思うので、皆さんは長期維持を目指すなら、悪くなった葉を間引く感じでこまめにトリミングすることをお勧めします。今回は青緑もそうですが、全体的に薬剤で葉が溶けてしまっていたのでこの形を取りました。切っているのでダメージはあると思いますが、それでも悪い葉がなくなって水質も安定するはずなので、今後ここから復活してくれることを祈ります。これからまたこの水槽はいろんな問題に悩まされることになるんですが、それはまた後のお話。今後もこの水槽がどうなっていくのか気になる方は、ぜひチャンネル登録して気長に待っててください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。